おー、日本語上手ですね。駅前の定食屋とか、大学の事務室とか、耳にタコができるぐらい聞きました。もう最初はですね、もちろん嬉しかったです。大学近くの携帯ショップで初めて通じたって感動したあの感触。でも5回、10回、100回聞かれてくると、もう脳内で自動翻訳されてくるんですね。なんで韓国から来たの？韓国のどこ？ソウル？プサン？こんな質問たちに僕は今日も焼き魚の皮をめくりながら答えてるんですね。今回はそんな日本に住んでる韓国人が1000回ぐらい言われることを7せ笑ってうなずいて聞いちゃうかもってなってもらえたら嬉しいです。外国人との距離感がぐっと近づくはずです。まず一つ目はですね、おお、日本語お上手ですね、みたいな感じですね。これもちろん最初の頃は、通じたって純粋に嬉しかったんですよ。自分の日本語ってもう人々と話せるようになったんだと。目の前にいる23歳の大学生の先輩と自分が韓国語でなく日本語で野球のこと話してるんだと思って嬉しかったんですね。でも5回目ぐらいから、1回目聞かれたのが先週の月曜日ぐらいだったのにって感じになってくるんですね。で、そしてほぼ毎週レベルでどっかで初めて会う人と話していたら必ず日本語お上手ですねって返ってきます。これもちろん嬉しいですよ。感謝していますし、その褒めてくださることに対して文句を言ってるわけではないんですけれども、本当に日本語がお上手な韓国人の方々は日本語お上手ですねとは言われません。あれ、韓国人だったんですか？日本人かと思いましたよって言われたら、これは日本語がめちゃくちゃお上手ってことです。僕もそのようなレベル目指してやってるんですが、まだそこには到達できておりません。これは長く住んだらできることでもなくてですね、もう20年住んでも韓国のアクセントが出てしまう方々もまだいます。一つの、目標として、いずれかコメント欄全部で、パクさん日本人だったんじゃなかったんですね。日本人がパクという名前使ってると思いましたってなることを願っています。ちなみになんですけども、日本語お上手ですねって言われた時に、いやいや、お兄さんの方が日本語お上手ですよって言ったら、いやいや、何言ってんねんみたいな形で面白がられます。で、最近は、いやいやいやって言って、本で元の話に戻ってみたいな感じでちょっと流すようになりました。2つ目の話はですね、韓国人って日本語上手だよねとよく言われます。これもイメージわかります。日本の方ではないアメリカの方とか中国の方々と話してみると、やはり強めのアクセントとかありますよね。アメリカの方がすと、例えば、私はアメリカのシカゴから来ましたみたいな感じですし、中国の方々だとどうだろう、それなんでそこなのかわからないみたいな感じで特有の癖あります。で、韓国の方々は他の海外の方々と比べると割と少ないんですね。これおそらくですが、単語似ている、文法似ているっていうのが大きいと思います。単語は中国語起源なんですが、準備っていう日本語は同じく韓国でも準備みたいな形ですし、文法も組み立て方が韓国と一緒です。発音も日本語より韓国の発音が多いので、韓国人が日本語の発音をしようとするとやりやすいです。もちろん難しいところもあるんですけれども、なので、やりやすいっていうのもあり、韓国人の中で日本語お上手な方多いと思いました。最近はですね、日本語お上手ですね、韓国人って言われたら、いや、他に韓国の方々どれぐらいあったんだろう。僕はその中で何番目かなぐらいの、自分の中で推察しながら、あははみたいな感じで見ています。気になっていますね。皆さんが周りで僕の日本語レベルは何位ぐらいですか？外国人の方々たくさん当てる方いらしたら、僕の日本語レベルをぜひ評価してください。3番目の話はですね、なんで韓国から来たの？で、これもめちゃくちゃ言われます。もう知り合い80歳ぐらいのおじいちゃんとか、もう面接受けに行っても就活担当の35歳の部長からも言われるような言葉ですね。これですね、ちょっとした会話で自分の人生全部喋るのが難しくて、回答に困ります。で、僕が日本に来たのは人生の選択ですよね。もう韓国から日本に来るっていう選択。当たり前のように自分もいろんなストーリーがあって、いろんな考えがあって選択したわけで。例えば、高2で
日本旅行、3回ぐらい行って日本に惚れましただったりとか、僕野球が好きでだったりとか、日本のゴミのない文化が好きでとか、日本のご飯と口があってとか、日本人の優しさに惚れてみたいな、こういった要素を挙げるとしては多分無限にあるんですけれども、これを3つぐらいの理由でまとめて話すことが難しくてですね、もちろん言うことは簡単なんですけれども、それだったら別の国でいいんじゃないの？アメリカでいいんじゃないの？とか言われたりとかしていて、これまた難しいところですよね。なんか重い話するのもあれだし、だからって軽い話すると理解してもらえないし、みたいなジレンマみたいなものはあります。最近はですね、野球が好きでみたいな形を取るようになりました。日本の野球環境が平日の夜にも草野球できる環境がなくてみたいなことを言ってるんですね。そしたら、韓国もアメリカも野球できるでしょとか言えるんですけども、いや、そうではないんですよ。野球場あっても遠いんですよ。もしかすると野球人口密度が違うので、そんな簡単にできないですよみたいなことまで言ったら、なんかちょっと納得してもらえたりとかするんですね。で、4番目の話はですね、韓国のどこに住んでたのっていう話ですね。これは気持ちわかります。日本で例えば東京からですと、全国のいろんな方々が集まって出身の話で盛り上がるじゃないですか。でも韓国は人口の5分の1ぐらいがソウルなので、ソウルに当たる確率高いんですよね、そもそも。なので、出身地の話よりそこまでしない、韓国ではですけども、日本では結構聞かれるんですね。で、僕はソウル出身です。で、ソウルって言った瞬間に、ソウル、韓国の東海ね、東海出身、シティボーイだねってよく言われるんですけれども、それはそうでしょうねって感じで。で、そこから会話が広がれば良いですよ。例えば、私、この間ソウル行ってて、キョンボクンいて、チヂミ食べましたよみたいなったら、どんどん広がっていくんですけれども、旅行経験までなければ、都会ですねって、で、次の会話しましょうみたいな感じになっちゃうっていうのがよくあります。あんまり広がりづらい、テーマではありますね。日本と同じく、出身地同じでとかで盛り上がりづらいっていうのがあります。5つ目の話はですね、ソウルでおすすめの店教えてって感じですね。これも気持ちはめちゃくちゃわかります。現地の人々って何食べてるんだろう、サムギョプサルじゃなくて何食べてるんだろうだったりとか、みんな行ってるようなタッカルビの店じゃなくて、なんか路地裏でおばあちゃんが一人で35年4ヶ月ぐらいやってきましたレベルのお店に行ってみたいっていう感覚はわかります。でもですね、日本と同じなんですが、地元の人って別に地元の食堂そんな行ってるわけでもないんですし、グルメ好きな人じゃなければ人気の店すら覚えてないんですよね。なので、自分が調べてあげるっていう形によくなりますが、そうすると必ずしも、どのジャンル、エリアは、予算は、ダメなものは何みたいな形で、聞き返して、そこから自分で探してお伝えしております。これ日本の方々からすると、韓国の人が、私、日本旅行行きますが、新宿で映える定食屋どこですかって言われると、確かに気持ちわかる。でも、私、新宿行かないし、映える定食屋知らないし、定食屋すらよく行ってないんだよねっていうなる場面もよくあるかなと思うんですね。だからそういうイメージです。で、6番目の話はですね、韓国人ですか？私、カンドラと K-POP 好きなんですよ。いや、これも結構ありますね。これは基本ありがたいです。これだけじゃなくて、韓国のことに興味を持ってもらえてることがすごく嬉しくてありがたい言葉で間違いないんですけれども、僕の場合は K-POP だと女子アイドルが少し好きだったので、その辺の話は少し話せますが、カンドラは見てないんですよね。なんか、ドラマって説明されるものだけ聞いても、例えば北朝鮮からの人が韓国に行ってとかそういったストーリー聞いても浮かびづらいからあんまり盛り上がらないんですよね。だからカンドラはもう2分経ったらもうその話題終わってる場合が多いです。K-POP は女子アイドルは少しね、僕も興味あったから面白いですね。ルセラフィムとか、IVE とか、その辺の話は、僕は興味あったりはしますね。で、7番目、最後の話はですね、なんで韓国人って肌いいのって、これもよく聞かれます。これはですね、僕もわかりません。美意識が高いっていうのはあるかもしれないんですよね。で、この美意識は、例えば、スキンケア何塗ってますかとか、クリニック行ってますかとか、何食べてますかみたいなこと、それを気にしてる方が多い、割合としては高いイメージがあります。男の人でもですね、結構日焼け止め塗ってると思います。僕の体感ですと、若者の4割ぐらいは日焼け止め塗ってるんじゃないかなと思ってるんですよね。クリニック行ってレーザー打ちますよみたいなことも、男性女性関係なく、美容好きな方は男
男性の方もよく言ってるイメージなので、その辺の意識の差分はあるかもしれないです。でも僕これ統計として分かっているわけでもなく、ただ肌感覚でしかないですので、どうですかね、なんかキムチ食ってると肌良くなるんですかねみたいな形で流してたりとかをしています。最後にですね、今一つだけ素直な気持ちをお伝えさせてください。日本語上手ですね。なんで日本に来たの？最初のうちはですね、もう緊張しながら一生懸命、私は日本野球が好きで来ましたって答えていました。途中ではですね、何十回も同じことを聞かれていると、ちょっと答え方もパターン化してしまって、僕もベストな答え出したいんですけれども、いつも同じことを頭の脳を抜いて機械みたいな話してるなというふうに思ったりとかもしていました。だけどですね、最近ふと気づいたんですね。こんな風に毎日とか毎週誰かが声をかけてくれること、特に韓国という国に少しでも興味を持ってくれて、こういった韓国ってことで話題を広げてあげようとしてくれる、そういった姿がめちゃくちゃ優しいことなんじゃないかなと思って、知らない文化に興味を持ってくれるだったりとか、僕の拙い日本語だった時にうまいですねと励ましてくれる、この会話を糸口をいつも向こうから探してくれてんだなというふうに思いました。僕が話した1000回ぐらい聞かれる質問はですね、きっと心の壁をそっとノックしてくれる優しい叩き方だったんじゃないかなと思うんですね。もちろん疲れた日々も過去はありました。でもその小さな関心が僕の日本での暮らしをちょっとずつ輝かせてくれたんじゃないかなというふうに思うんですね。このチャンネルではそうやって僕が見つけた日本の温かさだったりとか、異国で生きる面白さを言葉にしてお届けしていきたいというふうに思っております。よかったらチャンネル登録して、また次の動画もお楽しみにしてください。またお会いしましょう。以上、パックンでした。アンニョー。